どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。今日はちょっと元気よく、言ってますけど、現在珍しく、本当に、一人っきりでございまして、はい、なので、元気よく声を出しているわけでございますが、これもまあ、ちょっとした時間でしか、ないな。あと1時間ぐらいしかないんでね。やってるうちにね、またもそもそ喋ることになるかと思うんですけども、でも今日はね、昼間撮ってるんでね、夜撮るよりはいいかなっていう話でね。というわけでですね、今日何やるかと言いますとですね、以前に、またやるんかいこれって話なんですけど、前にね、ちょい前に、こっち帰ってきてから、クッションカバー、バカでかいの作りましたね、クッションカバーね。あれね、70センチ角ぐらいのクッションなんですけど、大きいの作ったんですけど、普通サイズのやつ。普通サイズのやつ今日ちょっと作っていこうかな。なぜかと言いますと、ですね、私が一つ持ってる普通サイズのクッションに合うカバーがない。うん、ない。いや、ないっていうか、なんでだかよくわかんないんだけれども、以前持っていたっていうか、今も持ってる、クッションカバーという名で買ったものがあったんですけれども、いかんせんそれがね、伸びなくってサイズがちっちゃいんですわ。それに合わせるにはね。で、今までむぎゅむぎゅ無理やり入れてたんですけど、交換しようかななんて思って外したら、もう入らなくなっちゃった、みたいな。入れるともう本当にいびつになっちゃってっていう形で、今持ってるクッションカバー、もう使えないなっていうね、感じだったんで、じゃあ、この前70センチで作ったのは、皆さんになんていうんだろう、編み方の紹介っていうほどのことは全然してなくて、編んだやつをお見せしただけだったんで、ここらでまたちょっとやろうかなと。前にやったのと一緒です。この前の抽選販売にも出した、ブランケットですけれども、あれと同じなので編み方紹介っていうわけではないんですが、こんな感じで作っていきますっていう感じでね、色の組み合わせっていうんですかね。それをちょっと今日やっていこうかな、なんつう話なんですよ。ね、言ったらね。やり方っつうのは、だから放射状、あれですよ、ね、編みですね、のスクエアでやる、クッションカバーをね、小さいのをね、今日、大きいの作った時と同じ色合いで、おそろでね、ミニチュア版じゃないですけども、普通サイズのものを作っていこうということでございます。はい。で、用意するものはね、こちらですね。はい。メランジトリコ。メランジトリコそういえば新しい色でしたね。ちょろっと買ってきてるんですけど、新しい色っていうか、出てたの、新しい色か何なのかなわかんないけど出てて、で、どうしようかなと思ったんですけど、自分がまだ使ったことのない色っつうのを買ってきました。それが新しいかどうか私には分かんないし、もともとあったのかも分かんないんで、この冬のやつだったのか、新しい、春夏の色なのかちょっと分かんないんでね、買ってきたんですけど、それはまた後でね、機会があればまたお見せしますけど、はい。とりあえず今回はメランジトリコってホワイトね、ずっと使ってたやつね。で、もちろん使うわ。だからメランジトリコのこのエメラルド。もうとにかくエメラルド好きだわ。今回のこの色。もうむっちゃ好き。ね。ほいでもって、もう一つはこれですよ。ね。ヒースグレー。これ。この色もむっちゃ好き。この3つの組み合わせ。ね。この3色の組み合わせでやっていきますよ。ね。もうほんと好きだわ。この組み合わせ。はい。ですね。じゃあね。早速やっていきます。物自体はですね。あれですよ。ホワイト。50g で、これ何メートルなんだよ。ここか。なんだ。詳しく書いたのここか。アクリル 100%、50メートルじゃない。50g で90メートル。針が5ミリから6ミリって書いてあるのかな。で、16目の21段。ちゅうことで書いてますわ。ね。ホワイト。ロット。ナンバーというよりも色番が MT1。そういう番号なのね。いいや、ホワイト。で、こっちが、エメラルドが MT9 って書いてますね。はい、9。それで、こっちが MT ってメランジトリコっていう意味か。ね。の、8。はい。こんな感じでございます。で、他に用意するものっつったらね、今回は、これね、8号5ミリのやつを使ってきますよ。で、あとは針と、これね、これ2つ。ね。
あとはまあハサミとかっていうのもありますけど、まあこんなのはね、みんないつも使うものですから。暑いなちょっと暑かったり寒かったり大変だわ。エアコン切るってことでね、はい、ピーッと、じゃあやっていこうと思いますよ、早速ね。はい、いつも通りでございます。スクエアですからいつも通りにやっていくんですけども、復習のようなものですね。はい、じゃあ真ん中輪で作り目でやってきますけれども、まずは拾いますね。拾って、はい。で、一つ、細編みをして、で、1、2と鎖編みをしたら、また一つ、細編み。で、1、2と角っこ作って、一つ、細編み。1、2と角っこ作って、一つ、細編み。つって、細編みを4つ入れて、一つ、最後一つ、鎖編みをしますね。ほら、1個足りないぞと。ね、1個足りないぞと。で、キュッと締めて、1個足りないぞ。いいんです、これでって話でね。で、そしたら、最初の細編みの頭に針を入れて、はい。これちょっと巻き込んでいくんで、ちょっと入れて、はい。細編みをして角っこに目を持ってきますね。これはここで細編みをするのは角っこに目を持っていくためでございますね。はい。で、そしたら一つ入れておく。はい。こうでございます。そうするとこうやってね、四角ができますよと。ちょっといびつでも大丈夫です。気にしなくて OK です。こんなのはもう全然気になりませんから、編み進めたら。ただこう四角になるように細編みを4つ、角2つずつ。で、ここだけは1つ鎖編みをしたら、ここの目に、ここですね。最初の頭に針を入れて、細編みを編むようにして、角っこに目を持ってくる。これですね。はい。で、そしたらひっくり返して、はい。対極のところですね。ここに針を入れます。で、まずは青い方から。そうだ。その前にもうすでにね、片っぽ編んであるの。いつもと違うパターンでいきますよ。はい、もう片っぽ編んであるんですよ。こういう形にしますのを見せようと思ってて、見せてなかったわって話でね。はい、こういう感じになりますよ。ね、こういう感じになります。で、今回はだから同じように同じものをもう一枚作るんですけれども、それをね、ちょっとご説明しようっていうことなんですけれども、もうすでに作ってあるんですが、2枚目はちょっと変える部分があります。はい。ここですね。端の部分。これ、とにかく編まないとサイズ感がちょっと、どんぐらいで編まないと、編んだ方がいいかなとかっていうのをこう編んでって決めるんですけど、まあ今回はね、まあ自分のやつだし、ちょっとしたやつをこう、につけるクッションカバーなんで、ちょっと割と適当に編んだ。だけど、やっぱりね、こう見た時に、ここの幅がやっぱ同じぐらいの方がバランスはいいかなと思ったので、ここ1段、最後の白のところを青にする予定で、次の作ってきます。編んできます。はい。なので、一応こんな感じになりますよ。だけど、最後のここだけがね、青がもう一段増えますよって内側にね、これね、白をちょっと省いて、一段省いて、ここに青を入れていく予定にしてます。これ先に言えって話なんだけど、まあ。はい。こういった形でやっていきますよ。はい。ね。はい。ちょっとここに置いとく。チラッと。チラッとね。はい。チラ。こんな感じで置いときますか。はい。じゃあこれで編んできますけれども、ここに入れますね。針入れて。はい。で、普通に引き抜きます。ここで抜きます。で、ちょっと押さえて。後ろからもう一度今度針入れますね。はい。後ろから針を入れて、これちょっと押さえててくださいね。これね。ここ、ちょっと押さえてて。で、引っ掛けて、後ろ抜きますね。で、そしたら針を前に持ってきて、パターンと倒して、こうね、倒してたやつをパターンと持ってきます。そしたら前側から、ね、後ろからじゃない、前側から針を入れます。はい。前側から針を入れて、抜いて、こんな感じね。
こんな感じ。はい。これでエセ細編みになるんですけど、で一つ鎖編みをしたら角っこに細編みを入れます。でここでね、分かりやすいように説明するんですけど、ここがねエセ頭っつうんですね。私いつも言ってますけれどもね、この細編みのエセ頭、ここに一つ留めといてあげます。分からなくならないように。これ頭です。頭にする予定のところなのでね、これを分からなくならないように、もう分かる人はいいんですけれども、分かりづらいって思う方はこれ止めといた方が分かりやすいですね。後でね拾う時用に。はい。で一つ細編み入れたら角っこ2つ細編み同じところに入れて、で鎖編みで角っこ、ここですね。角っこに1つ細編みを入れます。鎖編み2つでまたぐんですけど、この糸、角っこに来てるこっちのもう一本、もう一色の方の糸は必ずこれの右側ね、こうなってたり、こうなんつったらいいのかな、こう後ろに垂れてる時とかもこっち側から左側から回すのではなく、この止まってるここのねマーカーの右から通して渡らせてあげるね。渡らせてあげる。手前右側にしといて、それでこう分ける。これとこれの間通すね。これは後ろのまんまで細編みをもう一回角っこに入れてあげます。はい。で鎖編み1つ、角っこ細編み、鎖編み2つ、もう一度角っこに細編み、鎖編み1つでここに戻ってくるね。ここに戻ってきて最後の細編みを入れて1つ鎖編みをしたら、ここのエセ頭に目を入れて、でここにピュッて残ってる1本あるんですけど、ここもね前はねこれ一番最初これ編み始めた時はねやってなかったんだけど、最近編む時これやるようにしました。ここのこいつ1本だけ残ってるやつね、これ一緒に拾ってあげた方が見た目綺麗になる。はい。なのでここにも針を入れて3本通してあげて引き抜きます。引き抜いて、で細編みですね。だからね細編みして角っこに目を持ってきて止めておく。はい。こんな感じです。そしたらペロンとひっくり返して、この辺の糸処理は後でするんで放置でいいです。はい。でまあいいか、それは後でいいや。はい。でこれ外しますね。で外して、でちょっとこうギッチギチになってると目が拾えなくなっちゃうんで、一目編む分ぐらいのね、ちょうどいいぐらいの穴の大きさにして外して、パッタン倒して後ろから針を入れて、さっきと一緒です。抜きます、後ろに。で抜いたらパッタン起こして手前から針を入れる。前から針を入れて、はい。でエセ細編みを編みます。そしたらここが頭になるので、エセ頭のところにマーカーを入れます。で留めておく。でそしたら鎖編み1つして真ん中ここですね。ここ4根編みですから、鎖編みの部分に1つ細編みを入れて、で鎖編みを1つしたら今度角っこに細編みを1つ入れて、で角っこ鎖2つで、また角っこにも1つ細編みを入れて鎖編みで飛んで、ここですね、真ん中部分に1つ細編みで鎖編みで、次角っこはねギュッと広げてはい、ギュッと広げて、ここですね、ここに鎖編みを
違う、細編みを1つ。で、鎖編みを2つしたら、マーカーは後ろ側。これは前側ですね。はい。で、ここがグニグニって変なことにならないように、こういう感じに引っかかったりしないように、パッカリ分ける感じで、こっち側にマーカー、前側に糸端っていうのかな、糸端じゃないや、糸玉の方ですね。はい。が来るようにしたら、この間を渡らせて、ね、この間を通って、同じ穴に細編み。はい。で、鎖編み、細編み、鎖編み。で、角っこに細編み。で、鎖、角っこに細編み。はい。で、鎖、真ん中に細編み。で、鎖。で、最後、ここね。最後の細編みをして鎖を1つ。はい。で、そしたらこのエセ頭外して、エセ頭に針を入れて、もう一つあるここの1本。ここですね。ここ。こうなってるところの。ここ。ここの糸1本も拾って3本にしたところで引き抜いて細編みと。はい。で、そしたら止めておく。この繰り返しです。もう一回やります。はい。ひっくり返して、今度こっち。ピューッとちょっと伸ばし気味にして、はい。後ろから針を入れます。はい。で、引き抜いて、パッタン起こしたら前から針を入れて抜くと。で、抜いたここが、ここね、エセ頭と。はい。そしたら、鎖編み、細編み、鎖編み、細編み。普通に4編みをすればいいですね、ここはね。で、角っこは鎖2つ。で、もう一つ細編みを入れて、また角っこまで普通に4編み。はい。で、ここ角っこ。ギュッと見て、ここね、間違えないように穴を。ここに角っこに入れたら、鎖編み2つ。で、マーカーを後ろ側、糸、玉を手前、この間を割ってもう一回細編み。はい。鎖、細編み、鎖、細編み、鎖、細編みで角っこ、鎖、鎖。で、細編みもう一つ。で、鎖、細編み、鎖、細編み、細編み、鎖で、角っこ戻ってきて、細編み、一つ鎖。で、エセ頭。かけて、抜いて、で、ここも入れて、引き抜く。はい。で、マーカー。はい、こんな感じですね。これで、ですね、この、何色だっけエメラルドか。エメラルドの糸が1、2、今2段編んだんですけど、9段。9段のところまで、9段、編むところまでずっと編んでいこうと思います。まずはね。はい。ずっと白とこのエメラルドで、このエメラルドの部分が9段になるまでひたすら編んでいこうと思います。はい。前から。はい。じゃあ編んでいきます。はい。これで9段目か。はい。これで9段目。1、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ね、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。9まで、9段目まで編んだので、じゃあ、ブルーはこれで一旦終了なんですけど、ちょっと待って、切る前に。はい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 。で、切る前に色を変えます。今度紫にしていくので、最後ここ、普通にここは
糸をつなげていこうと思います。刺して抜いて、ここで最後細編みをするところで紫じゃねえや、なんだっけ、ヒースグレーだっけ、はいを引き抜いといて、で入れといて、はいでこっちを切っておきます。はい。で、ブルーじゃない、何色だっけ、エメラルドね。はい。エメラルドはまた後々使うので、で、こう置いといて、ひっくり返して、はい。で、また白は白で、普通に、この段を編んでいきます。これはもう普通に編んでいくだけでね。で、分かりづらくなる人は、ここね、エセ頭のところに、こう、マーカーを入れといて、はい。ひたすら、こう、ひっくり返してやりながら半分ずつ、そして、まあ、往復編みをするかのようにね、両方から、こう、なんていうの、一定の方向じゃなくて、ね、こう回って編んでるから、なんつうの、歪まずに編めるってやつでございますから、はい。こんな感じで、まず、じゃあ一周編んでいきます。はい、ここまで来ました。そしたら、エセ頭に針入れて、後ろのもう一本も入れて、これね、入れて、で、細編みをして、角っこ終了。はい。で、ここ色変えるとこですね。はい。これはもう同じように。これはね、前じゃなくて後ろの方がいいね。こっち側の方がいいので。はい。入れといて。こっち側ね、後ろ側に しといた方がいいですね。はい。で、そしたら、後ろから針を入れて、出して同じように、普通にやるのと同じように拾っていけばいいんですけど、ここでこうね、糸処理をしながら進めていきます。あと、ちょっと待って。エセ頭ね。エセ頭わかんなくなる人は入れといて、で、そしたら、こう巻き込みながら、編み進めていく。はい。処理しつつ、巻き込んで、どうせこの鎖編みのところもね、また、ヨネ編みで重ねて、なんつうのね、鎖編みのとこは拾っていくんで、こうやって巻き込んであげた方が、見栄えはいいんじゃないかなと思います。はい。で、もう一回、これは入れてもいいか。これ入れて、で、最後の処理をするときにちょっと考えて、こっち側が表の面になる予定なんですよ、今回はね。色が濃い方を最後に終わらせるので、そしたらこっち側が表になる予定なので、糸、これ処理するときは、内側に来る方にこの糸端が出るように処理して、なんか向こうからね、こういう感じで処理しながら進めていきます。はい。じゃあ、このヒースグレーと白の組み合わせで、このヒースグレー、白が、ちょっと待ってね。ヒースグレー1、2、3、4。ヒースグレーが4段終わったところまでじゃないな。3段ですな。3段終わったところでちょっと一回、あれだね、気をつけないといけないな。白の方の最後処理しなきゃいけないんで、糸返しなきゃいけないんで、それのところをどうしようかなと。普通に糸返すればいいからいいか。じゃあ、このヒースグレーで1、2、3。はい。じゃあ3段目終わったところでいいや、やっぱり。はい。3段目でこれね、ヒースグレーが3段終わるところまでね、交互に入れてるんで、その間もちろん白が入ってきますけど。はい。じゃあ一気にいきます。
はいはい、ヒースグレーを3段編んできました。でもう1段この白を編んだところで白は終了で、エメラルドの方に色を変えていきます。なのでとりあえずこれを1段編んでいきます。はい。で引き抜いて、でこの白いのを今度青に変えていく。はい、ここまで来ましたよ。はい、青に変えていくので、ここ最後引き抜くときに青いのを引き抜いて置いときます。これをぶっ刺しといて、これで留めといてね。はい。で白はもういらないのでカットします。はい、白終了。結構余ってるかな。はい。でこれはこのまんま置いといて、であとはこのヒースグレーの方がトータルでってか今3段あんだから123段だからあと1234段ヒースグレーをあと4段全部で7段ですね編むまで続けていきます。はい、こっちは普通に進めていけばいいので、はい、こんな感じでね、とりあえずこれ一周編んできます。はいはい OK です。でそしたら今度こっち、はい、エメラルドの方で今度は編んでいきます。はい、でこれは今から処理していくんでね、後ろから針を入れて抜いて、で針通して、でちょっとちゃんと引っ張ってね、キューッと引っ張って、でそしたらこいつをねこう後ろからこう引っ掛けて、でこれがエセ頭なのでエセ頭はこうちょっと置いといて、であとはこれをねこうくるむようにしながら編み進めると、はいこれをねくるんでいく。はいこうやって最後はエメラルドとエメラルドとヒースグレーの、交互に入れていく感じ、こんな感じで仕上げていきます。なので、とにかくヒースグレーが7段ね、ここから数えて1234あと3段編み終わるところまでで、表がこっち側が裏側だから糸処理してる端っこは手前側に今回は置いて、で進めていく。これでいいですね。はい、じゃあちょっと最後の方まで編んでいこうと思います。これで青いところは終了かな。これぶち込んで最後の1本もちゃんと拾ってグリグリグリっと、はい拾ってほいよっと、はいでこれでいいんだよね。12345であと1段紫編んだら紫どうしてもいっちゃうんだけど1234567はい終了なんで、だって紫に見えるからさ、グレーとか言われてもさ、紫だよね。はいでこれをちょっと、これはまあ処理してもしなくてもいいんだけど、どうせほら編んでっちゃうからね。だからちょっとまあこっちの方にギュッと入れて適当にこんな感じで形を作ってあげて、で最終的にこっちが裏でこっちが表になるから、まあそれを考慮して糸処理を
なんとなくこっち側にね入れてあげるような感じでくるんであげて、こんな感じで適当でいいんですけど、はいはい、こんな感じにしといてあげて、はい。でこれはもういらないからちょんと、はい。であとは最後、あと1段、ラストですね、ラスト1段を編んでいこうと思います。はい、というわけで、はい、ラスト1段でね、でこの先どうすんのかってことなんですけど、いや考えましたよ。なんだなんだっけ、ファスナーをつけるかそのまま編んでしまおうか、まあちょっと考えたわけですね。でファスナーつけるんでもいいんですけど、今回は全部編んじゃおうかな、閉じちゃおうかなとかね、どうしようかな。まあファスナーつけてもいいんですけど、まあその時に私はねちょっとこのメランジトリコならではのアイデアがございますのでね、その辺のねご説明はねさせていただこうかなとは思うんですけれども、いやいやですね細かい説明をここでさせていただくとですね、だいたいこの、カバーのサイズ的には幅が40センチ角のサイズになります。でソファで、クッションがサイズいくつかっていうと43センチ角なんですね。でなんかね45センチ角っていうのは結構あるけど、なぜかそれは43センチ角でありまして、でそれをまともにですね 43×43 で編んでしまうと毛糸っちゅうのは伸びるもんで、まあ皆さんご存知かと思いますけれども、毛糸っちゅうのは伸びるもんでサイズぴったしやっちゃうとなんとなくブカブカ感があるとね。なので2センチぐらい小さめ、私2センチっていうのは、ここ片側でね、だからトータルで3センチ4センチぐらい小さくてもいいんじゃないかっちゅう、4センチだとあれかな、だから 1.5 センチだから3センチトータルで3センチぐらい小さくても、この毛糸の場合毛糸によると思うんですけど、コットン糸とかだったらねコットン糸だったらね1センチ1センチぐらい小さいぐらいで多分いいと思うんだけど、これはね結構伸びるんで、この毛糸こういう類の毛糸はね、なのでそういうやつだったら3センチぐらい小さくてもまあそのぐらいの方がなんかちょっとパツッとした感じになっていいんじゃないかなと。なんかほらあれじゃない、なんつうのかな、あんまりダボダボした感じって言ったらいいのかな、そういうんでもちょっと可愛くないじゃない。なのでちょっとパツッとした感じの方がいいので、一回り小さめ、だいたい幅ね1.5センチぐらいずつ小さいのがいいんじゃないかなと。だから3センチなので今回のサイズはクッションが43センチだけれども、これのクッションカバーの仕上がりサイズは40センチ角っちゅうことになってます。はい、そんな感じですね。じゃあこれをね、これは編んだ後これを剥ぎ合わせていくわけでございますけれどもさ、どうやって合わせていこうかなっていうやつなんですけど、今回は基本的には引き抜き編みのね合わせ方をしていこうかなと思います。はい、引き抜き編み前なんかでやったね。何でやったっけ。あれだわ。お花のモチーフでこうなんつうのラグみたいのをちょっとねちょい前に編んだかと思うんですけど、あの時にやった閉じ方ですね。あれで閉じていこうかなと思います。はい。いやだけどね、これね朝から編み始めて一日丸々一日っていう感じかどうか、そうだね、でも一日で出来上がるぐらいのサイズ感なんで、はい。
なのでファスナーとかねつけると人によってはって感じかもしれない。もうちょっと時間かかっちゃうかもしれないけど、ファスナー苦手じゃない人だったら1日で余裕で作れると思うし、なんて言ったってこの毛糸がね太いからちゃちゃっといけますんで、そんなに時間かかんないで1日あればできるクッションカバーで簡単に作れるんじゃないかなと思いますよ。はい。いやーこのね最初ねほらメランジテイストの時か今なんだっけメランジトリコかね。で最初使った時にはなんちゅう毛糸って思ったんだけれども、このなんていうの糸割れ感がすごいから、でもなんかコスパは悪くないし、前の方がもっと良かったけどね。でもコスパも悪くないのかなと思いつつ、結構そこそこ使えるなと。手触りも私これほんと嫌いじゃないし、だからいろんな色が出てお気に入りの糸がね色が出たら使う感じでねこれからもやっていこうかななんつってね、今回は本当にねこの色私本当に気に入ってさ、このくすんだ色大好きなんですけどね、こういうのねよかったわ。さらにはこのくすんだ色にこうパキッと普通のこの白っていうのがね、いいんじゃないっていう、スノーホワイトみたいなそこまで白いかどうかはあれとして、割とその普通のホワイトですよね、オフホワイトじゃなくてねホワイトっていう感じの色がまた良かったなと逆に思いました。じゃあもう少しで終わるねこれね。じゃあっつんじゃないけどこれもう少しで終わるわ。じゃあこれ最後あと一気にバーッとあと数センチでございますけれどもこれいきますけど、いやなんて言ったって本当に朝から思いついたように編み始めて、これで今日中にね一日で終わるっていうのはいいわ。じゃあこれで最後編み終わるんですけど、こう引いて最後はなんだあれであれでってなんだよ、切ってあげてでピューッと出してで普通に鎖の留め方だね。だからね、そう私はいつも最後そうするんだけどね、こう一つだけ鎖編みをしたら二つ目のここは自分で作ってあげる感じ。こうやってでこう入れて同じところに戻してあげたら、もう一つもう一個下に入る感じでね入れてあげて、こういう感じでそしたらあとはこっちに一回戻してあげる感じでね、戻してあげてこういう感じかな。ここ入れちゃっちゃいけないね、閉じるから。すいません。で戻してあげて、あとは糸処理をきれいにしてあげればよろしいかなと思います。通してあげつつグニグニとこんな感じでどうせ閉じちゃうんでこちら辺はね問題ないと思いますけど、こういう感じでちょっとでこういう感じですね。こうやって鎖がちゃんときれいに連なるように入れてあげて、これでとりあえず出来上がった感じ。でいらない部分をちょっと切ってあげて、で出来上がりました。これで2つ。さっき言ったように今回はこっち側でねちょっとこの比率が同じぐらいの方がいいなと思ったので、こっちではこういう感じにしましたね。これはお好みだと思います。好みなんでね、これはね好きなようにねもうだってこの通りに編まなくたって別にいいわけですよ。
ね。もう2色だけでずっと編んだったっていいし、もっと色たくさん使ってどん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 色変えていってもいいわけだから、まあ、これはもう好きなように編んでもらったらいいんですけど、さあじゃあこの先どうしようかっていう話ですわね。でですね、一応ね合わせ方はね、立ち上がりの部分がこことここに来てるので重ならないようにしようかなと思います。対角になるように、こっちを表、こっち表の部分ですね。こうやって普通に合わせていいです。はい、普通に合わせていいんですけど、さあじゃあどうやって止めていこうかっていうことなんですけど、今回は引き抜き編みの閉じ方でやっていこうと思います。で片っこからやっちゃうとちょっとね最後がね分かりづらくなっちゃって嫌なのでここのね1個2個目のところからちょっとやっていこうと思います。で半目、内側の半目、こっちも間違えないように内側の半目に入れて、でこれをちょっとこっち側に置いといた方がいいかな。で抜きます。はい、抜いて最初の目は止めますね。こうやってね、はい、止めます。で次半目ね、ここ半目入れたら、はい、抜いて、でこれを止める。半目拾って抜いたら止める。はい、半目よっと、はい、で抜いて引き抜く。ちょっと待って、半目抜いて引き抜く。はい、ちょっとこんな感じで、最後はちょっとこれね止める時に分かりやすいようにしたいのでちょっと止めときます。自分的にね、これ最初の部分。はい、で今回はなんかもちろんファスナーをつけるときはもうここ端っこからビチッとやっていけばいいんですけど、今回はファスナーじゃなくて結局全部、くるむことにするので、はい、でファスナーのねつける時のちょっとこの糸ならではのアイデアをちょっと皆様に、ご紹介したいかな。ご紹介ってほどでもないんですけど、知ってる人は、いや私そうやってますっていう人も中にはもしかしたらいるかもしれないからね、ちょっとね、はい、アイディアでございます。私今回だからそうやってファスナーをつけようかなってちょろっと思ったんだけど、いやでもファスナーつけるのめんどくさい。さすがにめんどくさい。そうめんどくさいんだよね。めんどくさい。あとそれと、プラスこのなんていうのソファーカバー、ソファーカバーじゃない、クッションカバーですね。クッションカバーはですねですね、基本的にお飾りでやってるものだったらそんなに洗わなくてもいいんじゃないかななんつっていうか、フランスではねあれです、交換もしなければ洗いもしません。はっきり言って、はっきり言ってね、よっぽど綺麗にしてる人とかよっぽど使って汚れる人なんかだったら交換してね洗うなんちゅうこともあるんでしょうけど、フランスではねめったに交換もしませんわね、基本的に。いやだから人様の家に行って、交換したりとかしてるの見たことないっていうぐらい、交換しません。なので、別にいいかなと思うんですけど、いやだから交換したい人はあれですよ、ファスナーつけりゃいいっていう話でね、もちろんね、日本人的には交換したいなって多分ほとんどの人が思うと思います。私もそうです。交換はしたいです。だけどこれはねちょっといいかな。はいそんな感じでございます。はい、で抜いて、はい、じゃあこんな感じでグリーッと一周回ってこようかなと思います。はい、この辺りまで編んできましたけど、あと残りは一辺になりました。ここね。で普通ねなんて言ったらいいの、なんだファスナーをつけるときはねここでもちろんここでやめてつけるわけだけれども、これね私ねこの毛糸ね、このメランジトリコ、これ
のものでファスナーつける時にね、私ね思った。やってますよって、もうそれが一番ですよ、私もうすでにそれでやってますっていう人いるかもしれないんだけど、これね、いや例えばこれでやっちゃうとあれなんで、ちょっとね今ね残ってる別の糸を使ってちょっとね説明させてもらおうかと思うんですけどね。例えばこれね、この色でこれが同じ色だと思ってくださいね。そしたらですよ、ファスナーをつける糸をね、これちょっと糸割りしやすいってことは、これ一本取りやすいわけです。こうやってね、一本取りやすいって言ったら、じゃあここファスナーつける時、これをねある程度の長さで切って、でそれでこれ糸こうやって分けて使ったらいいんじゃないのと思うので、これでね、もしねメランジトリコでファスナーをつけようと思ってる方は、わざわざ別糸取らないで普通にこれを1本ね、この1本にしてこれでつけてみたらどうですかっていうおすすめでございます。はい。で今回私だから、もしファスナーをつけるんだったらそうしようかなと思ったんだけど、これをねちょん切って、でこれでつけてこうかな。そしたら絶対目立たないじゃない。だってつけていく場所が義理町のとこですからね、いつもね、ここね。これでは目立たない。ナイスっていうことでございます。はい。まあそれだけなんですけど、はい。というわけで、じゃあ最後ねこれをね締めていきたいと思います。ちょっともう少し進んだらクッション実際に入れて、それで締めていこうと思うんですけど、この締め方はね本当にね楽でいいよね。これね、この締め方もね、ただ単にこうなんていうの、あれしていくだけですから、引き抜きしていくだけなので、半目半目で抜いたら引き抜きね、これね。はい。じゃあ最後までこれね閉じていこうかと思うんですけど、そろそろクッション入れますかね。ちょっと入れるかね。こことこで、はい。でこことここだ。こことここ、違う、どこ、はい、こことここだ。ここ、はい。で最後ここはもう通ってるかどうかちょっと確認して、通ってるね。ここも通した。でここで終了ですわね。これピーッと抜いて、はいはい。でちょっとこれちょん切って、でピューと出して、でこの人は最初のやつなので、とりあえず中に入れて、まあちょっと処理をしてないみたいな感じでね、ちょっとこう一回あれして、でまた中側に入れて、ちょっとまあ後で切ればいいんでね。で最後のところ、出てきたところはこれですね。ここにこう通ってるところ、こう来てて、で通ってるところ、まあここに通せばいいんじゃないかなという感じでキューッと通して、でまた同じところに戻して、こういう感じでね、はい、これで閉じた感じ、まあ綺麗に閉じてるんじゃないかなと。であとは裏にもう一度戻して、こんな感じでね。でそしたらあとはこれはもう糸処理的にちょっと裏に入れて、ちょっとわからないように通したら、
ちょっと引っ掛けたりなんかして、まあ適当に通してこれでいいと思います。はいはい。でこう中に入れてあげて、でこっちからもすごい適当なんですけど、こうブスッとちょっと透明のところから入れて、で糸が出てるところ、こっからねちょっと引っ張ってあげて、まあ中に入れて、こんな感じかな。はい。さあできました。こんな感じで出来上がりました。ちょっとどんな感じになったかお見せしたいと思うんですけど、はい、というわけでこんな感じで出来上がりました。はい、これでちょっとなんとなくわかるかな、ひっくり返した感じもね。こっちの方が最初に編んだ面で、ちょっとここがね短い感じだよね、幅が。で白いところが広い感じがちょっとするんだけれども、まあこっちがちょうどいい感じなんじゃないかなね。もうちょっとあれでもいいかっていうぐらいね、こうもうちょっとこの幅が短くてもいいかなぐらいのね、こういう風にね、こうカーブするので、見た目がこうパッとこうやって立ててみれば、正面から見ればそうでもないかもしれないけど、はい、こんな感じで出来上がりましたけど、まあクッションっていう感じでね、まあでもねほぼ座布団なんですわ今もうね。座布団みたいになっちゃってるんだけど、まあ一応こんな感じで出来上がりました。いかがでしたでしょうか。まあサイズ的にはクッション43センチのクッションに、まあ、40センチちょいぐらいのクッションカバーを作ってるんですけど、結構なんていうのかな、やっぱり座布団みたいにこうペターっとなっちゃってたから、私はこうやってねちょっとふっくらさせる意味もあって少し小さめに作ったんですよ。そうするとギュッとこういう風に高さが出るんで、この方がちょっといいかなと思ったんだけれども、まあギチギチのサイズにするとボヨヨヨンっていう感じになっちゃうんで、1センチ、せめて1センチ、そのなんていうの、こっちの幅がね、ここの一辺が1センチぐらい小さいサイズで噛んで作るのがいいんじゃないかなと思いました。というわけでいかがでしたでしょうか。本日もねここまで、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。まあこんな感じでねクッション作ってますよっていうのをちょっとねご紹介させていただきました。じゃあね、次またね別の動画でお会いしたいと思います。ほんのりちょろっと、おまけつけときますんで、そちらの方もお楽しみくださいということで、またじゃあ次、近いうちに、お会いしましょうということで、本日はここまで。ではさよなら。はい、というわけでおやつタイムのおまけ、おまけのおやつタイムだった。はい、というわけで今日はね何を食べていこうかなっていうことなんですけど、今日はですね、はい、これ私、帰国したら必ず食べるものの一つでございます。今日はね、はい、いつもなんかこう見つけてね、なんつうの、食べたことないもの、新しいものとかをね、こうこれ食べてみたいなって食べるっていうのもありますけど、当然やっぱりこう帰ったら必ず食べるものっつうものもあるわけでございます。はい、本日はこちらをご用意いたしました。大好物でございます。はい、大好物、はい、こちらです。でんですね、私このタラミのどっさりナタデココヨーグルトデザートがむっちゃ好きなんでございます。はい、これ美味しいと思いません？はい、前はさもっとなんかいろんなスーパーで置いてあったような気がするんだけど、今ほんと置いてあるところって結構限られてるなっていう感じなんですけど、まあもちろん置いてあるスーパーに行って、いつもまあ一応なんとほぼ全種類買うんですけど、このヨーグルトデザートっていうのが一番好きだね。この白いやつですわね。だから濁ってるやつの方が好きなんですね、透明なゼリーのやつよりもね。でこのタラミのこのどっさりナタデココって同じタイトルかどうかは覚えてませんが、これがねよく出始めたのがね、ちょうどね私がね、90年代前半ぐらいだったかなっていう感じかな。でね、その後私就職するんですけれども、そこの売店で置いてみましてですね、置いてたりするわけですよ。そうね、うちの先輩なんかもこれ結構好きで食べてましたね、みんなでね。その頃からあるんですけど、
当時はだからどこ行っても結構コマーシャルとかも結構やってたんじゃない？まあちょっと開けてきますけど、ちょっと早速開けてきますけどね。喋っちゃってね、もうね、あれだからもう食べながら喋るよって話でね。はい。でちょうどまあ当時ほらナタデココっちゅうものもね出てきてね、でナタデココ当時そうですね、まあそんなにと食べてたわけじゃないんですけど、まあ結構好きでした。はい、結構好きでね。でこんな感じで、まあゼリーなんですけど言ったらね、ゼリー、ヨーグルトゼリーですね。その中にナタデココが入ってるところシンプルなものでした。手につけて。であれですよ、フルーツとかは入ってない。もちろんタラビの他のね種類のやつ、フルーツ入ってるやつとかありますけれども、そういうんじゃなくってこのヨーグルト、ただのこのねヨーグルトとナタデココのやつが一番大好きでございます。フルーツいらないのよ。もうこうなったらね美味しいから。で私ヨーグルトものも結構好きだからね、こういうヨーグルトゼリーとか、そういうの好きなんでね。はい、じゃあちょっと早速食べていこうと思いますよ。まあ何度も食べましたって感じなんですけど、ちょっと見てくださいよ。グリーン白いプリンみたいな感じですけど、ヨーグルト、ゼリーでございますね。はいはい。なんていうのかな、このコクがあってだけど甘すぎず、でも酸っぱいこともなく、まあね言ったらね味はねまあ、ほんのり薄めっていうのかな。だからこそなんかこうどんどん食べちゃうみたいなところあるんですけど、でね、ナタデココっていうの一時期流行りましたね。日本で流行ったからね。そしたらフィリピンの業者が気張って、でそれで企業っていうか業務拡大じゃないけどさ、工場いっぱい作っちゃって、で大量生産にねあやかろうということでね、そしたらブームも1年2年ぐらいで去っちゃって、倒産みたいな。ほいで日本に文句言ってたけど、文句言うのに違うよね。だってね流行りしたりなんだから、それに乗っかって儲けようと思ってやったはいいけど、投資してみたらブーム去っちゃったってのはしょうがないじゃんね。でなんかそういうなんかテレビの番組とかやってたけどさ、あんなのだって流行り物だからね、時期が来たらなんていうの、そんなにもう売れなくなるっていうのを見越してねやらないといけないっていうか、まあ商売に失敗したわけだけどね、その人はね。なんかテレビで言ってたよ、そういう時期ね。でも私はね廃れた後もずっとナタデココは好きで、ナタデココ、ナタデココ好きよ。食感がもうたまんないねこれね。このなんつったらいいのかな、またゼリーとは違うさ、ブニュっていうなんかライチみたいな感じじゃない、食感的にフルーツのね、この食感がたまらないんだよ。なんだろうね、なんで好きなんだわかんないんだけどさ、これがさナタデココがちょっと廃れた後にアロエヨーグルトが出てきたわけですよね。ヨーグルトの中にアロエ入ってますよね。今でも売ってますよね。でまあ似たような感じだからって言ってアロエも好きな人いたけど、私はねもう断然やっぱりナタデココで、アロエもね食べたけどね違うっていう話ですよ。アロエとナタデココは違うっていうことだよね。私はアロエには流れなかったんですけど、とにかくナタデココは好きで、今ナタデココをこうやって普通に売ってくれるところでタラミぐらいしかないっていうか、それ以外にもまあ似たようなこういうねゼリーを作って、でそこにナタデココ入れてるのもあるけど、でもほぼタラミしかないよね今ねっていう話でね。まあいつまでもねナタデココ売り続けてほしいですね。このねヨーグルトのこのヨーグルトのゼリー、これとこのナタデココの組み合わせ、これがいいんですよ。でなぜか知んないけどこのヨーグルトの夏のゼリーが妙にコクがあるっていうね。なんならこれ私フランスに持ち帰る時もありますからね。でうちの家人も結構好きです。ではね必ずね最低でも2個持って帰んないと、だってさ丸々1個をさこう食べたいじゃん。でそれをさちょっと一口ちょうだいとかって言われるの嫌なわけ。だからまあ私の希望としてはまあ3個持って帰るって感じかな。なんで2人になるのに3つなのっていう話なんですけど、まあもちろん私が2つで、家人が1つでございます。まあ3個どこじゃなくてね、もう10個ぐらい持って帰りたい本当に。たださこれさ容量結構あるから、どんぐらいあるのこれ。読めねえなこれな、もうな。すごいね、内容量 230g あるね。
230g あるからね。そしたらだって結構な重さだよね。5個買ったら1キロ過ぎるもんね。1,2,3,4個でほぼ1キロでしょ。結構重いんだよ。そう結構重い。あほらねこれ書いてあるちゃんとつるかなちゃんとね。これナタデココフィリピンまたはタイ製造ですよ。ねフィリピンのねおっさんが工場のおっさんが文句言ってたわテレビでね当時ね、潰れたっつってお金使いすぎてっつってしゃあないわねもうね。でも美味しいから、細々とね作ってるんだろうけどみんな日本はほらなんか流行るとさ、ね、流行りしたりで定着するものとしないものとやっぱりあるじゃない。だから例えばさ世界的に定着したものさティラミスなんかは定着したけどさむっちゃ流行ったでしょ。でも私ティラミスはそんな好きじゃないわけ。カフェだから基本ね。カフェじゃないやつはいいんだけどでもその後ティラミスの後に来たパンナコッタね。パンナコッタはもうすっごい大好きで自分でも作るんだけど簡単だからねあんなのねすぐ作れるからパンナコッタ作るんだけど、そうねでティラミスの方が人気だと思うんだけどさ全然さ私は断然パンナコッタパンナコッタね私クリーミーなの好きだからさ、ティラミスもそうかもしれないけどとにかくカフェがダメだから私はね、だからティラミスはもうね論外なんですけど私的にはクリーミーなの好きコクのあるの好きということでこのヨーグルトのこのゼリーもねコクがあって好きなんですよ。なんか知んないけど好きだね。このマジこの組み合わせ最高。マジこの組み合わせ最高。フルーツとかほんとねタラメのやつ他に入ってるやつあるけどこの真っ白いのが一番だ。というわけでね食べてますよね。最強だよこれ。はい、というわけで全部食べきりました。家ねうちね一応全種類買ってくるんですねお店行って。でもね撮影のためにねこれをね食べてしまいました。私はね好きなものをね一番最後に残しておくタイプで買ってくるとどれから食べようっつってでも必ずこれが一番最後になるんです一番好きなんで。でも今回食べてしまいました。いやしょうがないね。また近いうち行ってこれ買ってこないとねどっちゃり。というわけでございます。今回はタラミのどっさりナタデココヨーグルトデザートということでね爽やかなコクって書いてあるじゃないですかね。今気がついたらコクってちゃんと書いてあったね。美味しいんです。なのでこういったデザートが好きな方はねでもこれ食べたことなかったっていう方はぜひ食べてみてください。おすすめでございます。というわけで本日はね、ここまででございますよということでね次回はまた美味しいものをね見つけたらっていうかもういろいろあるんだけど本当大変なのよいっぱいあって、どうしようかなってもう食べ進めていく計画を立てないとちょっと本当やばいよって話なんですけど、余計なものもいっぱい食べてるんでね、それがあれまずいんですけれどまた美味しいものを見つけましたので、それはねまた次回のねそうだね、ライブなんかでやった方がいいのかなっていう感じもしないのでね、そちらの方でもねまた紹介していこうと思いますよということで本日はここまで。ではバイバイ。